今から7年前の、2019年の3月に初めてコテビジュアル系バンドというものを自分の目で見たんですよ。渋谷のルギード K2 っていうライブハウスで、今はもうないと思うんですけど、そこで見たんですね。その日は平日で、えーと初めてライブハウスに行くから、なんか怖くて友達誘って、で事前にツイッターでそのライブに行きそうなあのバンギャの方に DM でコンタクト取って、どういう作法でライブが進んでいくのかっていうのを聞いて、でありがたいことにそういうのを教えてもらった上で行ったんですね。で開演時間間に合わなかったんで、あのそのライブハウス地下に確かあったから、螺旋階段を降りてって、扉を開けて入ったんですよ。そしたらもう始まってるわけですよね。で照明がこう照らされてて、でその自分がずっと好きだったその昔のディルみたいなコテビジュアル系の格好をした人たちが楽器を持って本当に目の前で動いてるっていう、それが見えてめちゃくちゃ感動したんですよ。あ、ビジュアル系ってあるんだみたいな。それまではガクトとグレイは見に行ったことあったんですけど、やっぱ遠かったし、ドームとかアリーナとかだったんで遠かったし、あんまよく見えなかったんだけど、やっぱライブハウスだからキャパも多分200人ぐらいなんじゃないですかね。もうバッチリ見えて感動したんですよ。本当にこんな格好をした人たちがいるんだっていう。でその自分が好きだった、まあ、昔のディルみたいな、ああいう感じの格好をして、ああいう感じの曲をやってて感動したんですけど、あのフロアに人がまばらにいて、まあそれを見て少ないなと思ったんですよ、入ってる人の数が。前情報で、ツイッターのフォロワーとかの数とか見てるから、何千人とか書いてあるから、そのそんなに大きくないライブハウスだったら結構いっぱいで、ほぼ満員みたいな感じなのかなと思って行ったら、そういう感じだったんで、今は別にそれがそんなに珍しくないことっていうのは分かるんですけど、その日が初めてだったんで、そういう相場とかも知らないから、なんかすごくそれが悲しかったんですよ。自分が好きだったビジュアル系って今こんな感じになってるんだっていう。そのデュラン・グレイの99年の大阪城ホール公演ばっかり見てるから、ああいうものだっていうイメージが完全に刷り込まれてて、その感じでやっぱ初めてのビジュアル系バンドのライブだから、なんかウキウキした気持ちで行ったら、そういう感じでしかもその日、自分がなんとなくこの人いいなと思ってたメンバーが脱退宣言したんですよ。そのライブの後全国ツアーが始まって、それが終わったら脱退しますよっていう脱退宣言があって、あこのバンド、このバンドというかこのコテビジュアル系シーンというものは終わっていくフェーズにあるんだなってその時思って、その自分はそのライブが初めてだったから、もう全てのものがこれから始まるんだという気持ちでいたんだけど、その日その現場でそれを見て悟ったというか、全てが分かって、あ、終わっていくフェーズにあるものなんだという。別にそれはなんか誰が悪いとかではなくて、もうそういうフェーズにただあるということをその時認識したんですよ。はい。それが
そのそのことがこの僕のこの謎の YouTube 活動の原点ですね。はい。その時に感じたことが、こう、今、こうやって謎の動画を撮っていることに、つながってるというか、それがきっかけになってますね。はい。